はい、皆さんこんにちは。TK 不歴の続きをやっていきたいと思います。今回やるのは前後ユニットの加工になります。やり方自体は TK サーキットさんのチャンネルで上がっている動画の通りやっていこうと思ったんですが、僕なりにね、やりやすい方法で加工していきたいと思いますので、TK サーキットさんの動画も一緒に見ていただければ分かりやすいかなと思います。多分ね、僕がね、加工して、いろいろね、説明するより詳しく書かれていると思いますので、僕自身はとりあえずね、作ってみて、走らせてみて、そんな感じでね、楽しんでいきたいと思います。前後のユニット、こんな感じで紫のものを用意してみました。なんか、いい感じじゃないですか。ライトグレーに紫。渋い、ちょっとね、エロい感じがするんで、今回ね、こちらの紫のものを加工していきたいと思います。TK フレキは前後のユニットの加工がちょっと違うので、まずは同じ加工のところまで進めていきたいと思います。最初にやる加工は、この筒、ここにこの棒がこうやってね入るんですが、この状態だとユニットが全然動かないんですよ。動くようにこの部分をカットしていきます。だいたいこの壁のところら辺でカットしていくんですが、このカット時短するために僕はこちらの MS のユニットスライサー、こちらを使ってカットしていきたいと思います。これね、こんな感じではめて、ここちょっとね隙間があるじゃないですか。ここにタミヤのクラフトノコ、これを入れてギコギコやるとある程度カットできるという、ジグなんですが、これを使ってね今回カットしていきたいと思います。別にねこれがなければカットできないかというと時間がかかってしまうんですが、ニッパーとかでねバツバツ切ってカットすることもできますので、そのあたり TK サーキットさんのチャンネルで紹介されていましたので、気になる方は見ていただければなと思います。はい、こんな感じでカットラインが入りました。あとはニッパーを使ってこの部分を切り取っていきます。はい、こんな感じですね。これをこっち側とフロント側やっていきたいと思います。前後ユニットのボトムする部分のカットが終わりました。こんな感じですね。この後やる加工はこの部分の穴の拡張になってきます。ここを DK フレキはタルバネ、こちらなんですが、ここの外形に合わせてこの部分を 6mm に拡張していきます。これがねここに入るんですよね。現状だとね全然入らない径になっているので、ここの部分を拡張していきます。使うのは 6mm のドリルビットですね。これを、こういう風に入れて回して、ここにね指を当てながら、この指に先っちょが当たったらやめるという感じらしいんですが、これちょっとうまくいくかな。僕こういうの苦手なんですよね。グイッとねいっちゃうタイプなんですよ。ちょっと持ち手がないと回しづらいですね。なんとかできましたね。こんな感じでちょっと受けがねできるような感じになるんですよ。この辺ね友蔵さんとかでジグ出ていたので、それ使うっていうのもありですね。これで一応タルバネが入るようになります。これを全4箇所ですね、残り3つやっていきたいと思います。はい、前後ユニットの穴の拡張が終わったんですが、ちょっとドリルでやるとどうしても力が入っちゃったのかな。ここ見えますかね。少しねこの部分白く線が入っちゃったんですね。リア側もこんな感じで、本当はねこうならない方がいいと思うんですが、とりあえず今回はこのまま使っていきたいと思います。この辺ね慣れが必要ですよね。どうしてもねドリルがねこうグッとね奥まで入ってそれ以上いかないように引きながら抜こうとするとね変に力が入ってこの辺にね負荷がかかってしまいましたね。であとはこの辺の面をちょっとね綺麗にヤスリでね整えて、この出っ張りですね、この出っ張りをカットしていきます。
これをカットするとユニットとセンターシャシがこうボトムするようになります。ちょっとまだ渋いですね、動きが。こっち側もカットしてこんな感じで、まだ硬いですけど動くようになります。次はここに T の字みたいな突起があるの分かりますかね。この2つ、これを切り取っていきます。ちょっとね黙々とやってたらもうこっちのやつは切り取ってしまったんですが、こんな感じですね。こんな感じで切り取って、シャーシのだいたいこの辺りに溝を掘っていきます。これはね、リューターにビットを取り付けて作業の方をしていくんですが、カウンターギアがここに入って、これがね動いた時ユニットに当たってしまうんですよね。その逃げの部分を作っていく感じになります。はい、こんな感じですね。だいたいね、僕ここの薄さが1ミリないぐらい、 0. 何ミリだろう、5ミリぐらい、そんな感じのところまでいつも削っていきます。これをフロントとリア側やっていきたいと思います。はい、カウンターギアの逃げの加工が終わりました。この辺り終わったら一回当てがってボトムするかとかちょっと確認してみてもいいのかなと思います。これねしないんですよね。多分ねちょっとここの部分とか軸毛の部分とか出ているので、こういったところを細かくカットして調整の方をしていきます。とりあえずね、当たるところはこういったところとか、あと先ほど出ていたこれがね切っただけだと引っかかってしまうことがあるので、デザインナイフとかで面を整えて、とりあえずしっかりこの状態でボトムするかどうかを見ていきたいと思います。はい、調整の方が終わりました。これでリア側もちょっとね硬いんですけど、しっかりこうやって動くようになっています。でフロントがしっかり動くようになっています。とりあえずねこれぐらいで終わりにして、あとは組み付けて調整の方をしていきたいと思います。ここからは前後ユニットの加工が違いますので、まずリア側からいきたいと思います。先ほど拡張した穴をこのシリンダータイプのここは平らなビットでちょっとね整えていきます。ここのね折り込みの厚さが違うとバネのテンションが変わってくるので、その辺りね高さを揃えていくといった作業になるのかなと思います。リューターにビットを取り付けて間に入れて、貫通しちゃうとまずいので貫通しないぐらい、そして左右の高さが折り込み量が合う位置ですよね。リア側のユニットが完成しました。こんな感じで折り込んであるんですが、折り込む量が手動だと結構難しいですよね。こっち側が 2.79 で、こっち側が 2.77、 だいたい一緒ぐらいになったかなっていう感じで、とりあえず終わりにしました。いや結構ね大変でしたね。プラスチックなんでリューターねずっと当て込んでると溶けてきてね、ここの軸通る穴がちっちゃくなったりするんですよ。溶けたそのプラスチックがねこう穴を塞いでしまって、それでねここがね通りにくくなったりとかしたので、またねここの穴を少し削り直して通るようにしました。この辺の細かな調整はね実際にやりながらやっていただければなと思います。
次はフロント側をやっていきたいと思います。DKF 歴はフロント側に減衰ゴムを入れるということで、この穴の形状が違うということで使うのがこの先端が丸くなったビットですね。これも 6mm 径になります。こちらを使って彫り込みの方をしていきます。バネのね、受けのところがね、こうちょっとお椀状になるように加工していくみたいなんですよね。ということでね、これもやっていきたいと思います。基本的にはリューターに取り付けてこうグイーンと回して貫通しないように注意しながら加工の方をしていきたいと思います。フロントのユニットの彫り込みもできました。こんな感じで、これがね、お椀状の形をしているビットなので、なかなかね、彫り込み量を寸法でね、数値で見るっていうのも難しかったので、実際にね、こうやって入れて、この頭がどれぐらい出ているのか、この辺でもうほぼ目視で判断ですよね。そんな感じで加工しました。この辺のね、左右の彫り込みが大きく変わるとね、なんか影響ありそうですが、多少なら問題ないかなっていうことなんで、とりあえずね、これで一旦様子を見たいと思います。あとはね、今ちょっと汚いので、洗ってきれいにして終わりにしていこうと思います。前後のユニットで一つ加工し忘れていたところがあるので追加でやっていきたいと思います。この部分なんですけれども、ここに突起している部分があって、この反対側にもあって、あと後ろがここですね。ここにもあるんですけど、この部分を削って加工していきたいと思います。ここはスパーギアが入った時に、これがね、動いた時、こういう風に左右にですね、この微妙にね、当たるんですよね。これを、このスパーギアの刃が当たらないように削っていくということなんで、実際に僕もやってみたいと思います。あとね、後ろの部分はね、削り落としているということで、一応、後ろ側のユニット加工してみました。こんな感じ。ちょっとだけね、壁を残して下の部分を削っていきます。後ろ側はもう全部取ってしまってます。この部分ですね。ここの部分に壁があったんですけど、結構ね、細かなというか狭いところで作業なのでやりづらいんですが、後ろ側はもうニッパーで取ってデザインナイフで整えていきました。前側はデザインナイフでこう削ぎ落とす感じですね。こういう風に削ぎ落とす感じで取っていきました。こっち側でやってみると、まずは後ろ側の壁、これはもうこうやってね、ギリギリまでニッパーで落としちゃいます。この後少し残る段差をデザインナイフで取っていきました。とりあえずね、ざっくり取ってこんな感じですかね。で、今度こっちの部分はもうデザインナイフでね、こう斜めにちょっと入れてね、削ぎ落としていく感じが一番やりやすかったですね。ざっくりやるとこんな感じ。もうちょっとね、綺麗に整えていきたいと思います。あんまりね、綺麗にできなかったんですけれども、こんな感じで削ぎ落としてみました。これでスパーギアを入れた時に刃の部分だけ当たらないようになっています。こんな感じで多分大丈夫だと思うんですよね。ちょうど下の部分だけ逃げてる感じですね。で、後ろ側はもう全く当たらない状態になっています。これがね、こういう風にね、動いた時に当たってしまうということなんで、この辺のご紹介は DK サーキットさんのチャンネルでは駆動編かなんかでやっていましたので、そちらでね、詳しく説明されていますので、一緒に見ていただければなと思います。今回は前後のユニットの加工をしてみました。結構難しかった
まあ難しいっていうか、加工自体はそこまで難しくないんですけれども、穴を拡張したりとか、彫り込む量を失敗せずにやるっていうのが難しいですね。僕もね、ユニットここね、ちょっとね、拡張するとき、白い線入ってしまったので、この辺ね、すぐ壊れそうな気がするんですよね。ちょっと、これを使っていくんですが、壊れてしまったらしれっとね、交換しておきたいと思います。前後のユニットができたので、こうやって、バネ入れてみると、こうやって取り付けると、まあ、動きはね、ちょっとまだ渋いんですけど、まあ、こんな感じで、フレキの動きをします。フロント側も入れると、こんな感じ。ちょっとまだ引っかかるところがあるんですが、まあ一応フレキの動きがここまでできるようになります。あとはね、組み付けていくんですけれども、DK フレキは原水ゴムを使うので、次回はそのあたり組み付けの方をやっていきたいと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。